皆さんこんにちは、サバです。ゆきちゃんです。あ、いっしゃんです。みつこちゃん。みつこちゃんです。全員揃ってます。いつもチャンネル登録ありがとうございます。それでは早速参りましょう。はい、8週目ですね。まずもうじゃあちょっと言いますね。まず月曜日 77.6 からスタートしました。で終わりが日曜日が 80.4 3キロ増でございますね。今週は3キロ増ですね。中身を言うと、金曜日までは普通にうまくいっておりました。77.8 とか。あ、そうだね。いい感じで。先週とあんまり変化なしみたいな感じでね。じゃあこのいつも週末の飲み飲みと言ってるこの土曜日に一体何があったんでしょうか。土曜日ですか。はい。どこですか。那覇の赤峰駅。何があったんですか。赤峰駅に出張して居酒屋で飲みました。那覇まで行って。そうです。そのメンバーがお二人。はい。だからみずこちゃんにも登場してもらいました。なんと3人で週末。私がもうなんで週末飲むんですかね、なんでこんななんですかなんて言いながら3人で飲んでおりました。誰が企画したんですか。これ何？6時に。いや、2人に誘われて俺行ったんだけど。あ、そうなんだ。そうで、いや、途中でね。そう。おなさん誘ったけど絶対来なかったね。そうなの。おなさんは正解。イエーイ。でもね、誘われて飲んだ僕が。正解。そっかそっか。それも正解か分からないけど。じゃあこの原因ね、たまたま私とみつこちゃんが2人で飲もうと言ってたら、なぜか石川くんが僕もっていいのかなと思いながら、まあ3人でこうなったらゆきちゃんもだよねって言って、私ゆきちゃん誘ったらゆきちゃんは行かないって言っていやいやそんなこと言わずに行こうよって、いや崩したくないからって。一応ダイエットしてるからね。多分太ってたぞ。一緒に飲んでたら店決めて崩れてたかもしれない。みんなが美味しそうに食べてたら俺も食べようって食べるから。6時から8時まで200円ぐらいかな、198円とかそのもんだったね。で8時までがその安いビールとかいろいろで、8時からまたじゃあ飲み放題にしようっていう話で次からで寄ってきたらどんどん料理が出てくるの。で店で悪いなと思って食べるのよ。いや本当にね、罠っていう言葉でいいですが、今回テーマは罠。何がって言ったら、本当にね飲み放題だったらそこで行けばいいのに、その前に飲み放題に入る前に一杯めちゃくちゃ安いっていうのに私たちはつられるようにガンガン飲んでましたね。まあ料理はでも自分とはもう注文してないもんな。さわちゃんがどんどん注文するけど食べないんだよ。いやいやそうだよ。持って食えよみたいなやつ。そういうところ仕方ない。2人でガンガン。いや本当にそこで終わればよかったんですけど、その後また街に繰り出しちゃって、私たち赤峰からさらにみずかちゃんの行きつけのスナックとやらそこでもまたねオナ君を誘おうと言ったけどもう断固来ないということで、もうすいませんもうこれ以上はって言いながら歌いながら乾き物なんて食べちゃって、私たち。乾き物。はい。あそこは楽しくやってたんですけど、またそこで終わりきれなくて、最後は石ちゃんがねもう一軒って言ってさらなるはしごバーで行ったんですよね。バーにカクテルかなんか飲んでて飲んでました。でなんかそこでまたね食べるの注文したの。いや食べるのはなかったけど、なんかチョコレートを出て、それはみつこちゃんがみんな持ち帰りで持って帰ったような気がする。そっか。はい持ち帰った。いやつまみも食べないから、怒涛の土曜日をしてしまった。土曜日スタートからこのバーまででトータル何時間？5時間ぐらい？6時間ぐらいですね。11時ぐらい。11時12時ぐらいだから11時で終わるのはすごいけど。その頃は石川君もズタボロでボロボロでございました。はい。でも酒ってすごいよね。満腹中枢なくなるからずっとお腹空かしてる状態だよね。これはやっぱりね、失敗は
飲み放題で終わればよかったのに、その前にねちまちまと安いというところでガンガン飲んでね。7時までか、ガンガン飲んで足りないな、これで足りるだろうと思ったら、足りないから、じゃあ8時だったら飲み放題やるじゃんってまたガンガン飲んで、ちょっとね気持ちの立て直しが大事で、これはどうでしょう。じゃあ石川君からコメント、この後どんな風に展開でいきますか。ね、翌朝もホテルの朝食食べたんですか。朝からカレー食べれたんだ。ホテル朝ごはん付きだったんですか。美味しくまだ寄ってるんだよ。じゃあ朝からカレー食べて、だからこんなぐらい家帰ってきたら80キロになってたんだよ多分。バリ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  80.4 っていつだったかなってぐらいの元に戻ってるやんって久しぶりに見た80。久しぶりに戻ってて、あららららら衝撃でしたよマジで。そこまで行くのかなと思ったね。でもねもうちまちまね戻るよりもスパッとね増えた方がいいんじゃないですか。こうどうですか。いやそうだと思う。なんかねちまちまね増えていくと余計ほらストレスよね。なんかこうなるよりはもうね単純でわかるから。書いてるわかるね。単純でわかる。書いてるから単純でわかる。紙重要ですね。この紙重要なんですよ。基本的に酒が原因だよ。そう酒が飲みすぎが。まあでもねもうこれだけガッと戻ったらもう別にもう切り替えてまた来週頑張ろうと月曜日から。いつも通り頑張れば多分また元通りになるんじゃっていうのはずっと今までやってきた中で、いやちょっと同時だけどなんとかなるでしょうとぐらいまあなんとかなってると思います。これはオナ君はどうですか。行かなくてよかった。正解ですよ。石ちゃんがすごいなと思うのは何かってバンって上がってもその後すぐ普通の生活に戻れるの本当すごいと思う。切り替え早いんですかね。僕切り替え早いですよマジに。それなりに毎日メモしてるから、この経緯が分かれば、緩めるところと緩めないところを見ながら自分の中でちゃんと組み立ててるんだよね。ちょっと今日は酒飲めるかなとか見ながらまあこれだけねなんか余裕感で言ってる理由も、これ収録別撮りで今頑張って撮ってるんですけど、ちょっと答えとヒントを言うとなんとこの1週間後石川くんは4キロ落としてたんですよ。それはまた次週どんな風にして正確に言うと3月の29日の時点では 80.4 キロだったのがなんと4月の5日は 76.8 で終わってたんですけど、またそこは次週解明していこうと思いますので、秘密は隠れたところにちらほらと、またそれは来週ゆっくり石川君のまた解説で。だけどねもうトータルなんでしつこいようですけどお酒は敵ではないし飲んでも私はいいと思いますし、飲み放題はダメだよね。ぜひね罠だね。罠だな。飲み放題は罠。ライブ配信ね8月のライブ配信はもうこの居酒屋さんとのお付き合いの仕方、ぜひね30分もいつもね真面目なライブをねちょっとやりすぎてた私たち。別に変な話もう少しもう砕けた感じでこの居酒屋さんとのお付き合いの仕方をもうテーマに30分行こうかと思うので、ぜひ8月日にちも決まったんで8月30日日曜日にやろうと思いますので、じゃあゆきちゃん不参加ででもねラスト来週は 76.8 まで落ちてるので、この漢方茶がどこまで効いてるかっていうこともまた交互期待で、最後にオナー君の方から漢方茶の説明お願いできますか。4キロ痩せた石ちゃん気になるでしょ。漢方そんなもんです。不思議なものなんです。読んでみてください。
ぜひ1ヶ月お試しセット平均結果 3.8 でございます。体験していただけるとありがたいですし、また下の概要欄の方にいろいろ載ってますので見ていただけると、クリックしていただけるとありがたいです。それではお別れする時間がやってまいりました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。飲み放題はダメだぞ。ダメだよね。